イスー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画は轟ショート、チームアップは緑谷と飯田のチームハンドクラッシャーだよ。頼むぞ委員長。任せたまえ。轟くんは氷結による守備と火炎による攻撃という二面性が特徴のキャラ。特殊アクションでは火炎放射が使えるがオープンベータテストの段階では弱火すぎて使い物にならなかったのでこの動画では一旦忘れて OK。正式サービスでは扇状に炎を出しその地点を炎上させ、触れた敵にダメージを与える小熱炎波に変更になることが予告されているよ。個性技アルファは火球を飛ばして命中した相手を炎上させる猛火量減。弾数が多く他のキャラの単発射撃技よりも連射がつくので瞬間火力が高い主力技。さらに連続ヒットさせても相手が転倒しないため弾切れまでダメージを狙い続けることが可能。また炎上した相手にはダメージはわずかながら数秒間シールドを無視して体力に直接ダメージが入る。個性技ベータは前方に巨大な氷柱で範囲攻撃兼防壁を形成するガテン氷壁。氷柱は他の攻撃を遮断するがこちらの射撃はすり抜けるという特性を持ち、射撃線を有利に運ぶことができる。ただし氷柱越しの射撃はオートエイムが効かないため狙いは手動でつける必要がある。氷柱発生時の攻撃判定は単発火力が高いのだが、轟くんは基本的に接近戦が苦手で動き回る相手に当てるのも難しいので過信は禁物。個性技ガンマは地面に氷を発生させて触れた相手を氷結させる標準。使用時に移動操作を入力しているか否かで2種類の技に派生する。まず移動操作を入力しないで出す方はこの動画で使用していないのだが、自分の前方の地面に一直線に氷を走らせるため攻撃や迎撃に有用。氷が命中して氷結した敵はダウンするまでの硬直中に追撃が入るためリターンが大きい。移動操作を入力しながら発動した場合は氷結した地面を滑り高速移動が可能。こちらの場合は滑った地面の氷に攻撃判定があり、移動経路にいた相手や追跡してきた相手を足止めすることができる。といった具合に攻撃と防御両方をバランスよくこなせるという、何かしら突出した個性を持ったキャラが多いこのゲームでは割と珍しいタイプだ。さて開幕に戦ったチームは結構物資を漁っていたようでこの時点としてはかなり物資の確保とレベルアップができた。今度は目の前で交戦中のチームが見えるので不意打ちを仕掛けていこう。ちょうどトウヤニーがダウンしているのでとどめを刺そうとした時がチャンスだ。あやオールマイトを狙ったがほとんどダウンしているトウヤニーに吸われてしまったか。轟くんの基本的な戦闘距離は中距離で、近距離に強いキャラに肉薄されるのは結構きつい。近づかれる前にガンマ技ニュートラル打ちや近距離で火力の高いベータ技といった選択肢もあるが、高機動キャラに当てるのは結構難しい。なので移動入力ガンマ技の高速移動で距離を取ったり味方の近くでカバーしてもらいながら、高火力の射撃連射を叩き込める位置取りを心がけたい。おっと新手のチームが乱入してきた。轟くんでは飯田相手もきついが明日に追いすがられるのもかなりきつい。面白い特性を持っている轟くんではあるが、環境キャラである近距離高機動タイプのキャラ相手は基本不利というのはいかんともしがたい。一応ガンマ技の高速移動手段は持っているものの発動前後の隙が結構煩わしく、頑張って逃げたつもりでも意外と距離が取れていないといった場面も多い。さてこの場は体力も万全ではないことだし一旦下がって体勢を立て直すことを優先した方がいいだろう。すでに十分戦えるだけの物資の確保やレベルアップもみんなできていることだしここは体力を温存しながら後半戦まで待とう。さて残りはもう3チームだけか。そして残りの敵チームは正面のドーム外で戦っているようだ。これは交戦中の敵に高火力の射撃連打を叩き込めるチャンス。確認できる敵チームのキャラは轟、剣道、オールマイト。おっとこっちにも別カラーのオールマイトがいるな。しかしこの一瞬で相手は満タンの状態からガードブレイク。やはりこの瞬間火力と無敵時間を与えないというのは強い。次にシガラスとその奥にいた剣道にも大ダメージ。相手が打ち返してくる場合はベータ技で防壁を作れば相手の射撃を遮断しつつ壁越しに攻撃ができるが、今のところこちらを攻撃できる射程距離の相手はいないようだな。ちなみにベータ技の氷柱は味方のものと敵のものでは微妙に形状が異なるらしく、敵の壁は当然普通のジャンプで飛び越えたりすり抜けることはできない。しかし味方や轟くん自身が作った氷柱は微妙な隙間があり、ジャンプをすると結構簡単にすり抜けられる。ただし味方の射撃はすり抜けたりはしないので密集した状態での戦闘では使用に注意したい。
さてオールマイトがこちらに突っ込んできていたがやはりあのキャラの火力は恐るべし。とりあえず防壁を作って相手の進行を阻止して回復をしよう。さて防壁でしのいで回復している間に敵チーム同士でぶつかったようだ。横槍を入れたいところでもあるが狭くなったエリアではまず位置取りが重要だ。轟くんは縦への移動技がないので市街地では緊急時に建物に阻まれ逃げられる場所が少ない。なのであらかじめ交渉を取って相手の動きに対応しやすい状態にしてからの攻撃を徹底したい。おっとは水が登ってきていたか。広い場所では動き回られて攻撃が当てにくかったりで不利だが、こういった狭い場所なら氷結の範囲攻撃があるので相手は攻めてきづらい。よし水はこちらが逃げる際の氷結を食らってダメージを受けたな。シールドもなくなっているようなのでここは強気に攻めて回復する時間を与えないようにしよう。おっと黒いオールマイトと合流したか。ならばここは防壁を作り乗り越えてきたとしても着地を攻撃して追い払う。これで下にいる味方や他のチームの敵とさらにぶつかりやすくなるはずだ。おっと下には死柄木やプルスウルトラした剣道もいたか。ここは引き続きポジションの確保を最優先、消耗を抑えて有利な状態を維持しよう。よし下では味方が消耗した敵を着実に撃破してくれていってるぞ。私は回復して高所に逃げ込んでくるものの警戒だ。しかし終盤のエリア移動が早くてなかなか打ち下ろすための車線が確保できないな。下での戦闘は高機動の飯田に任せてここは次のポジション確保を優先しよう。こういう時空中機動ができなくてもたついてしまうのが歯がゆい。さらに下で味方が1人撃破して残り1チーム。残りのチームはまず死柄木か、やはり下に降りての戦闘は危険だな。緑谷と一緒にビル上を飛び移って相手の動きと残りのキャラをしっかり見ていこう。なるほどもう1人はさっきの黒いオールマイトか。さっきから一緒にいたはずのアスイが飛び回っていないところを見るにおそらくもう残りはあの2人だけだろう。しかし相手はいずれも超火力のキャラなので真っ向からの勝負は危険だ。ここは奇襲とヒット&アウェイを意識しながら撹乱し、味方との連携プレイで撃破を狙おう。開けた地形での射撃戦ならばこちらは防壁を使って一方的に打ち込める戦法がある。よしこちらに気を取られているうちに別方向から攻撃を受けて下がっていったな。ここは回復の暇を与えないよう味方と一緒に追い込みをかけよう。一人は飯田が捕まえたがもう一人の姿が見えないな。あそこか。プルスウルトラだろうがなんだろうがガテン氷壁は破れない。さらに防壁越しに打ち返して味方の一斉攻撃も決まった。死柄木ももう倒れたようなので決着は近い。よし味方の反撃が決まってオールマイトもダウンだ。大丈夫。立派な女性。お前らのおかげでヒーロー志望が生まれた感じのテクだ。もちろんだよ。よろしく頑張れって感じのテクだ。なりたい俺になるために。というわけで轟くんでした。守備の氷結と攻撃の火炎、まさに半火や半燃のごとき二面性を持ったキャラ。氷と炎どちらをおろそかにしても進化を発揮することができない難しいキャラだ。それではご視聴ありがとうございました。